実はね、このインドの人っていうのはすごくね、お金稼ぎが上手というか、お金を稼ぐマインドセットがすごい上手なんですよね。今日皆さんにシェアしたいマインドセットは主に5つになります。まず1つ目。皆さんこんにちは。インドブロガーのかよりーなです。今日のテーマは、インド人に学ぶビジネスでのお金の稼ぎ方ということで、お金の話をしたいと思います。はい。皆さんお金好きですか？私は大好きですよ。ということで今日はね、なんでこの話をしようかなと思ったかというと、コロナウイルスの状況でね、いろいろ皆さんの仕事にも様々な影響が出てきていて、正直新しい仕事に変えようかなとか、副業で新しい仕事スタートしようかなとか、そういった、仕事の転換期いろいろあると思うんですけれども、実はこのお金と仕事とインド人っていうか、インド人って言うとあれなんだけどね、インドの考え方って実はね、非常に根深いテーマなんですよ。奥深いテーマなんですよ。実はね、このインドの人っていうのはすごくね、お金稼ぎが上手というか、インドの人すごいね、お金に対してのいい意味での執着心というか、お金を稼ぐマインドセットがすごい上手なんですよね。で、私もこの数年ね、インド人と一緒に働いてきて、いっぱいいろいろ学んできたことがあって、今日はなのでインド人のマインドセットから学ぶお金を稼ぐための、このマインドセットね、心構えについて皆さんとシェアしてみたいなと思います。今日のこの動画はですね、実はブログの記事でも書いたので、この動画の内容ね、ブログでもぜひ参考にしてみてほしいんですけれども、今日皆さんにシェアしたいマインドセットは主に5つになります。まず1つ目。はい。ブログ見ながら見ますね。まず1つ目なんですけれども、スモールスタート、スモールビジネスからまずはやってみよう。この考え方が非常に重要になるかなと思います。で、例えば日本の人っていうのは、お金稼ぎっていうのはやましいこととか、ビジネスってすごく複雑なことで私にはできないとか思ってる方すごく多いかもしれないんですけれども、まずビジネスっていうのは簡単に、例えば自分の商品やサービスを売って、その対価をもらう。このやり取りのことを、商売と言いますよね。これぐらい実はシンプルなもので、例えばあなたの持ってる飴玉が10円で売れたら、これもビジネスなわけなんですよね。これぐらいシンプルに捉えて、まずはスモールステップとしてやってみませんかという考え方になります。で、実はこういういろいろな話とかを私インドの友達とすると、すぐインドの友達でね、それどこで売るとか、どれぐらいお金になるからとか、結構こういう話するわけなんですよね。あとビジネスのチャンスだったら僕に声かけてくれとか、そうやって常に気軽にビジネスのチャンスとか、物の売り買いとかのチャンスをナチュラルに話してくるメンバーっていうのは結構多いんですよね。なんですけど、日本の場合だとビジネスをするとなったら会社を作んなきゃいけないとか、サービスを作んなきゃいけないとか、こうやっていろいろなステップにフォーカスしがちで、頭が重くなっちゃうなみたいなことあるかもしれないんですけれども、ぜひ一歩ね、簡単にサクッとスタートを切ってみてみませんかというのが彼らの心得ですね。こういった小さなやり取りを繰り返していって商売の感覚に慣れていくっていうのは、インドのメンバーが、みんな持ってる、感覚かなと思っていて、もちろんそうじゃない人もいるんですけれども、そういったビジネスをやってるメンバーっていうのは、こういった感覚にすごく優れています。一つおすすめとしてはね、フリマのアプリぜひ使ってみてください。フリマのアプリで皆さんの身近にね、あるものからチャって写真撮って、文章を書いて、サクッと売るだけでもしかしたら簡単に売れるかもしれないですよね。フリマアプリもし使うとしたらメルカリっていうアプリがいいんですけれども、ぜひそういった形で皆さんのビジネスの成功体験、小さなものからでいいので、ぜひスタートしてみてください。これが一つのアドバイスになるかなと思います。二つ目なんですけれども、細かいことを気にしすぎない。まずはやってみようというところですよね。これもさっきの小さなスタートを切ってみように似てるんですけれども、日本の人っていうのはね、インドの人と比べるとちょっと失敗するのを恐れる傾向がすごく強いかなと思います。やはりこの失敗は悪とか、人前で失敗することは恥ずかしいみたいな、そういった気持ち、日本の人だったら誰もが持ってたりするのは当たり前のことですよね。なんですけれども、意外と他人の失敗っていうのはね、いちいち人は細かく見てないわけなんですよね。実はインドには、ジュガードっていう考え方があります。この考え方すごく大事な考え方なので、また別の動画でも紹介しようかなと思うんですけれども、このジュガードっていう考え方はね、革新的な、問題解決の方法や独創性や天気から生まれる即席の解決法と訳されます。ちょっとうまく言えなかったね、カミカミで。つまり、目の前の資源を最大限に生かして解決法を見つけようと。要は目の前ね、自分が持っている手札やカードで、その場のことを乗り越えていこう。こういった考え方のことを言います。なので、日本の人っていうのは結構、あれも足りない、これも足りない、まだスキルが足りない、自信がない、タイミングじゃないみたいな
たいな感じでできない理由探すと思うんですけれども、インドの人っていうのは今自分の状況が60点でも50点でもまずはその60点の中で最大限どれぐらいパフォーマンスを出せるか、こういったことをみんな重要視していくわけなんですよね。なのでこういったインドのジュガードっていう考え方を見習って、皆さんもしね今自分が完璧な状態じゃなかったとしても、一歩スタートしてみようという、こういった考え方があります。3つ目の考え方は、うまいビジネスモデルは丸パクリしようという考え方です。人のものを真似するなんていけないわみたいな感じで日本の人は思うかもしれないんですけれども、インドの人っていうのはね、こうビジネスモデルの模倣っていうのがすごくうまいんですよ。でこれは中国の方の考え方に似てると思うんですけれども、中国の方もビジネスモデルを模倣するっていうのはその相手に対する最大の敬意であるみたいな考え方があったりとかで、実際にその模倣したビジネスが結局最後市場で大きくなったものが正義であると、そういった考え方をすると中国のね友達が教えてくれたこともあったんですけれども、インドも割とそれに近いかなと思います。例えばなんか新しいサービスがパッて出てきたら、他のインド人の人たちがあれうまくいってるぞということですぐ自分たちのパクって似たようなサービスがバンバン出てくるわけなんですよね。でもいちいち市場であいつが僕の真似をしたとか真似したやつを潰しに行くぞとかってやってるよりも、まずはそれで結果出しに行こうってどんどん競争していった方が早いわけなんですよ。で結局最後、市場を取りに行った方が勝ち組になると。なのでインドっていうのは結構ねうまいモデルがあったら真似してしまうっていうマインドセットがあるんですけれども、日本の人はね物を真似するっていうのはあんまりいい考え持ってないかもしれないですけども、そもそも実際やってみるとね 100% 丸パクリするってすごい難しいことなんですよね。実際やってみるとなかなかできたりしないんですよ。なのでその自分がいいなと思ったビジネスモデルとかこれうまくいってるなっていうモデルのなんかそのいいところを一部こう自分の間に取り入れるとか、そういった感じでうまくいったモデルを参考にするっていうのは、すごくいいアイディアかなと思うので、これも一つ参考にしてみてもらえるといいかなと思います。でもう一つ4つ目のことなんですけれども、1円でもいいから交渉しろ、1円でもいいからお金をもらおう、こういった考え方ですね。この交渉については以前の動画でもお話ししたんですけれども、インドの人というのはお金に対する交渉というのはとにかくうまいですし、もうね交渉しないっていうことは考えられないわけなんですよ。日本の人からするとこれをもう少し安くしてとか高くしてとかいろいろなねサービスがすでに価格が決まってる中で育ってきてるので、相手にお金を要求したりとか価格を下げるっていう話をするのはちょっと苦手な人が多いかもしれないんですけれども、インドだとそもそも相場が決まってない価格が決まってないので交渉するっていうのも当たり前のことなんですよ。でお金を稼ぐためにはどうすればいいかという話なんですけど、それはねお金をくださいと、ちゃんと自分のサービスに対してこれだけのお金くださいと口に出すことなんです。日本の人が一番苦手とすることなんですけれども、でも実際にお金くださいって言わない限りお金っていうのは入ってこないわけなんですよ。だってお金って普通は渡さないわけですよね。だからちゃんと自分でこのサービスはこれだけのお金がかかるのでお金くださいというふうに交渉したりとか提案したりとか、そういうふうにすることが口に出して言うのが大事ということですよね。なのでよく自分のサービスでこれだけの値がつかなかったとかうまく交渉ができなかった、その場合の多くは自分自身がそれを口に出して言ってない場合が多いです。なので皆さんも自分の要求とかを口に出して言うというのを心がけてみてください。日本の中でねなんかそういうことをやるとちょっとねあの人欲張りだわって思われるかもしれないけど、別に欲張りでもよくないですかだって実際に、ね、それに見合うだけのサービスを提供してるんだから、それの報酬をもらうっていうのは当たり前のことですよね。なので、そういった自分の価値をしっかり相手に伝えるということは、すごくインドの人はうまいんですけれども、そのマインドセットも参考にしてみてほしいです。そして5つ目最後のポイントなんですけれども、走りながら考える。これはジュガードの考え方にも似てるんですけれども、とにかく日本の人っていうのはねうまくいかなかったらどうしようっていうふうに考える人が多いんですけれども、インドの人っていうのはうまくいかなかったら時に考えようと、そういった形でとにかく走っていこうというところなんですよね。つまずいたらつまずいた時なりにその時に見つかる方法っていうのがあるので、それをやっていこうというのがインドの人の考え方になります。こういった形で5つねビジネスに対するインド人流マインドセットっていうのをシェアしたんですけれども、もちろんこれ全員で当てはまるわけじゃないんですけれども、こういったところが私個人的にはすごく学びになったので、ちょっと前向きなねインド人のマインドセットっていうのを皆さんぜひ取り入れて、新しいことにチャレンジしたりとか、新しい副業をスタートしたりとか、そういった時のスタートダッシュにぜひ取り入れてみてもらえると嬉しいなと思って今日はこの動画を撮りました。ということで今日のテーマはインド人に学ぶビジネスでのマインドセットですね。お金の稼ぎ方ということで皆さんに5つの考え方をシェアしました。この動画がいいなと思った方はぜひ評価ボタンとコメント、チャンネル登録をお願いします。